炙りボンのステータス解説、ジャースパルと申します。バレンタイン2026で新登場となりました炙りボンのステータスが判明したようなので、皆さんと一緒に確認していきながら解説考察していきたいと思います。解禁初日の情報であるため間違っていることなどはあるかもしれません。補足訂正ありましたら概要欄コメント欄にて追記いたします。ご了承ください。なお新レシピについてはこちらの動画で紹介しておりますので、合わせてご覧ください。なお本動画の中にも新レシピのネタバレが入ってきてしまいますので、そちらもご注意ください。ってことで、炙りたち本家ゲームでは他にミツハニーとヒメグマしか持っていない特性ミツ集めを持ったポケモンなんですが、それがしっかりと再現されているかのようなステータスとなっておりました。それでは参ります。ということで、炙りボンのステータスこちらとなったようです。炙りボンフェアリータイプの食材が得意なポケモンで、食材は蜜、オイル、コーンとなりました。めちゃめちゃ蜜集めてくれそうです。さらにメインスキル食材セレクト S ということで、こちらも同じく蜜、オイル、コーンを集められる新たな食材セレクトが登場しました。今回のバレンタイン2026では炙りたちの登場を記念してスキルの食材も 1.25 倍になるというボーナスが追加されておりましたので、これは予想が当たった方もおられるかと思います。ってことで、食材でもスキルでも蜜を集めるのになかなか特化したまさしく蜜集めのスペシャリスト炙りボンとなっております。それでは改めて能力の解説していきます。炙りボンフェアリータイプの食材が得意なポケモンです。本家ゲームでは虫フェアリータイプの炙りボンなんですが、ポケモンスリープではフェアリータイプとなっています。フェアリータイプはキュアワーに次ぐ久しぶりの登場となってまして、フェアリーの食材ポケモンもキュアワーに次いで2体目となっています。能力はね、結構キュアワーに似ている感じかなと思ってます。もしかすると今年若草 EX に次ぐ新たな EX シアン EX が登場するかもしれないなと思っているので、もしかするとね、そこでフェアリータイプが生きるということになるかもしれません。なお睡眠タイプはフェアリーの定番スヤスヤとなっております。アンバースヤスヤにもようやくというか新たなポケモンが追加されますね。そして炙りボンの特徴的なポイントが早速参ります。お手伝いスピード。なんと基礎お手伝いスピードが38分20秒2300秒ってことで、キュアワーの2500秒を飛び越えてフェアリータイプ最速の1体となっております。甘い蜜を集めるポケモンとしてはカイロスの2400秒がめちゃくちゃ速かったんですが、そこすらも超えてきましたし、同じスピードのポケモンにはクレセリアやジュカイン、さらに速い2200秒にはゲンガーなんかもいるんですが、彼らと同じくこれだけ足が速いと木の実の数 S を持たせてもそれなりのパワーを発揮してくれることでしょう。一応ね、木の実のエナジー自体はゴースト、エスパー、フェアリーは同じになってます。虫タイプのラムの実よりもエナジーが高いので、木の実 S 適性はカイロスよりは高いってことになりますね。ここ最近ね、トゲデマルやハルクジラ、それに炙りボンみたいなタイプ最速のポケモンとミカルゲ、ツボツボみたいなめっちゃ鈍速なポケモンと差が激しくなってますよね。それだけね、いろいろと尖った能力調整がされてそうだろうなってことが伺えるかなと思います。ちなみにレノンクスさんではすでに計算ツールに能力の反映がされておりましたので、ざっくり調べてみたところ、木の実 S 炙りボンの木の実のエナジーは木の実 S ピクシーの 80% ほどみたいです。ピクシー自体がね、シアン適性の木の実得意としてはオーダイルやドードリオにどうしても木の実エナジーでは遅れを取ってしまうので、炙りボンもそれなりではあるんですけど、選択肢の一つとしては頭の片隅に置いておいてもいいんじゃないかなと思いました。そんなお手伝いスピード2300秒でした。続いて食材得意の本回食材参りましょう。改めて第1食材甘い蜜、第2食材ピュアなオイル、第3食材若草コーンとなっております。オイルとコーンは若干数が少なめで、エナジー的にはだいたい一緒といった感じになってます。ポケモンスリープとしては不思議花、カイロスに次ぐ3体目の栄蜜の食材得意ポケモンですね。不思議種はね、出現フィールドが少なめで、カイロスはなかなかゲットしづらいってことで、この追加自体が嬉しいという方も多いんじゃないかなと思います。なお第2食材が蜜の食材得意は未だに0体となっております。
また第2食材がオイルの食材ポケモンも実は他にはコリンクたちしかおらず、コリンクたちはゴールドにしか出てこないため、オイル担当としても一定お呼びがかかる場面あるんじゃないかなと睨んでます。コーンはね、できたらキュアワー先輩にお願いしたいものの、コーンの使い道がバキッと増えて価値が上がった感じがするので、食材セレクトと合わせて自分の苦手な食材を担当してもらえるとベターなんじゃないかなと思います。そんな食材、蜜、オイル、コーンでした。動画後半では簡単な蜜やオイルの比較もやっていきます。続いてメインスキル、食材セレクト S、蜜、オイル、コーンということで、だいぶクチートの怪力バサミに近しい感じの食材セレクトになりましたね。このスキルによりさらに自分の食材を集めてくれますので、かなり腐りづらい両スキルと言えるんじゃないかなと思います。効果量はこれまでの食材セレクトたちと同じで、レベル1から食材5個、6個、8個、11個、13個、16個、18個となっております。イワパレスの食材セレクトがどうやら食材すべて均等な確率で選ばれているみたいなので、おそらく炙りボンもすべて3分の1ずつってことになるんじゃないかなと思います。一応ね、この蜜、オイル、コーンの食材セレクトは炙りボンの専用ということにはなってるんですが、特殊な効果のない食材セレクト S は新スキル扱いではないってことも今回分かりましたね。今後も新たなバリエーションの食材セレクトが増えていくんじゃないかなと思います。ちなみに小ネタなんですが、どうやら食材セレクト S は指を振るでは選ばれないんじゃないかっていう話があるみたいです。オイルやコーンは怪力バサミで獲得できるんですが、蜜やアボカドがゲットできた場合、この説が覆ることになりますので、もしね見かけた方はぜひ X などで投稿してみてください。あと教えていただけますと幸いです。なおね、スキルコピーではしっかりとこの食材セレクト S 使ってもらえますので、メタモンやバリヤード使いさんには一緒にねお手伝いしてもらう選択肢としての炙りボンもご検討ください。そんなメインスキル、食材セレクト S、蜜、オイル、コーンでした。続いて最大所持数が24個です。これはね少なめなんですよねカイロスが同じく24個なんですが、カイロスの時点ですでに足りてなさを感じる雰囲気かなと思っているので、この所持数のちょっと少ない感じで能力を抑制しているのかなという雰囲気は感じてます。レベル30 AA 食 M だったとしても、元気があれば4時間前後で所持数埋まってしまうみたいなので、どちらかというとこまめにタップできる方に向いていると言えるかもしれません。所持数的には不思議花が蜜のポケモンとしては最も優秀だったりするので、今後ね狙う際にちょっとそのあたりも意識してみてほしいなと思います。そんな最大所持数24個でした。続いてゲットするために必要なフレンドポイントは12でした。不思議草と同じく普通の1進化のやつですね。食材セレクトがレベル1だと食材5個、レベル2だと6個で、ほとんど変わらないとは言えるので、意外と直接ゲットしても強さの損なわれにくいポケモンなんじゃないかなとは思ってます。よりがっつり AAA 厳選などをされる際には炙りボンの直接ゲットも狙ってみてください。言うてねカイロスよりはゲットしやすいので意外とありなんじゃないかなと思ってます。そんなフレンドポイント12でした。そして画面右側、アブリーからの進化方法はレベル19飴40個なんだそうです。レベル17か18なんじゃないかとバレンタインの速報かなんかではお伝えしたかなと思うんですけど、19みたいですね。進化はしやすいんですが、不思議花も結構進化しやすいので別段有利な要素ではないんじゃないかなとは思ってます。一応ねガチ初心者の方にはシアン適性のあるポケモンとなっているので、進化が早いのは嬉しいことかなと思います。といった炙りボンでした。いかがでしたでしょうか。いやーちゃんとね蜜集めのポケモンでしたね。皆さんの食材の予想などは当たっておりましたでしょうか。そしてね今回蜜、オイル、コーンと新レシピ蜜集めチョコワッフルにがっつり適合してますし、蜜特化でゲットしたとしてもオイルは新緑アボカドグラタンに、コーンはワカモレチップスにそれぞれ使えるので、今まさに強い育てたいっていうタイプのポケモンなんじゃないかなと思いました。個人的にはね現状の甘い蜜って備蓄しておく食材としてはそこまで強いものではないんじゃないかと思っているので、日中にめっ
ちゃ蜜を集められるポケモンがいてほしいなと思ってますし、単純にね蜜の AAA 探しの選択肢が一つ増えたっていうのが初期から遊んでいる人間的にはめちゃめちゃ嬉しいなと、ありがたいなと思います。特にねアンバースヤスヤで厳選できるのがマジで嬉しいです。今新たにコーンをしっかり探したい的な流れも来てるんじゃないかなと思うので、ラピスでコーンや蜜担当を探すのもやりやすくはなりそうなので、存在そのものがかなり評価できる、そんなポケモンなんじゃないかなと思いました。何よりねアブリーがフレンドポイント5ですしね、そこが本当に助かりますね。ってことで、ぜひとも蜜担当、オイル担当をお探しの方はアブリーたち注目してみてください。それでは最後にアブリボンの食材確率、スキル確率などもう少し細かいデータをざっくりチェックしてこの動画締めていこうかなと思います。ってことで、いつもお世話になっておりますレノンクスさんではすでにスキル確率、食材確率の分析済んでいるみたいなので、そちら引用させていただきます。それがこちら、食材確率 19.4%、 スキル発動率 2.5% となっているみたいです。食材確率はそこそこですかね。エナジーの低い甘い蜜の食材ポケモンなので、もう少し食材確率高めになるかなとは思ってたんですが、思ってるよりもスピードが爆速だったので、こんな感じに落ち着いたんだろうなって感じでしょうかね。またスキル確率も結構低い部類かなと思います。こちらもねスピード爆速を生かしての78回のスキル天井がたまに発動するんじゃないかなと思います。天井到達率はねさすがにバタフリーとかキテルグマとかライコウたちよりは低いかと思うんですけど、それなりにはあるんじゃないかと思うんですよね。 10% くらいありますでしょうかね。なのでいっそメインスキル確率が下がっている子もそんなにデメリットじゃないような気はしているんですけど、ちょっと私数字には絶望的に弱いので、この辺りは聞き流していただけたらと思います。さあそんなわけで計算ツールでもちょっこり比べてみたいと思います。まずは蜜のポケモンたち。こちら設定が能力無補正で睡眠時間9時間3食付き、元気の設定現実的で18回復 ×4 回スキル天井を考慮するの時の値となっております。で、蜜最強は不思議花なんですが、アブリボンとカイロスは似たような能力がありそうですね。おそらくね食材セレクトのレベルを上げればアブリボンが最強になる道もあるんだろうなと思うんですが、それもなかなか悩ましいので、ぜひねデカ盛りとかフェアリータイプに強化の入るイベントに期待したいところかなと思います。なおこのアブリボンの食材の数は食材セレクトも含まれているはずで、食材ごとの確率が均等であるという仮定の数値なはずなので、そちらはご了承ください。ってことで基本的には蜜最強は変わらず不思議花ということみたいなので、本格的に蜜厳選をしたい場合はラピスで不思議種を狙いつつ、ミニ竜なんかも小突きつつ、スヤスヤ出たらアブリーもゲットしていくとかになるでしょうかね。カイロスはねもしかすると今後メインスキルがいじられたりだとか、メガ進化でなんかとんでもないことになったりとかなるかもしれないので、そんな未来もちょっこり期待しておきたいなと思います。メガ進化来たら不思議花もメガ進化しちゃうんですけどね。てな感じで、続いてオイルの能力比べてみました。こんな感じになってます。設定は先ほどと同じく。オイルの能力はねアブリボン意外にも高いらしく、オイルのトップ層とはそこまで差がない4番手くらいになるみたいです。意外とメタモンやウより集められるポテンシャルあるみたいですね。本当に彼らはねスキルが相当強力なのでこの位置といったところでしょうか。オイルの食材ポケモンってなぜかね結構素の能力は渋めなポケモンが多くて、スキルに個性のある子が多いので、意外とねアブリボンでオイルを賄うっていう展開もありえるんじゃないかなとは思ってます。これねレベル60時点での比較なので、レベル30の時はさすがに AA の子たちには全然勝てないんですけど、オイルに困っている方はアブリボンは蜜だけじゃないぞってこともなんとなく覚えておくといいかもしれないなと思いました。といった感じのざっくり能力比較でした。そんなわけで改めてねいろいろとざっくり見てきましたが、アブリボンいかがでしたでしょうか。
まあ不思議種の出てくるラピスウトウトにミニ竜まで出てくるので、今環境ミツポケ探しをがっつりやるとなれば最もおすすめなのってやっぱりラピスウトウトになるかなとは思うんですが、やっぱりねいろんなフィールドで顔を見かけるポケモンになってくれそうなので、ミツやオイルのサブアタッカーだったりとか、アンバーやシアンにおけるミツ担当探しとしてこれからね結構長い期間狙っていくことになりそうな予感がしてます。シアン EX の使用次第ではまたおいおい脚光を浴びる瞬間も来るかもしれませんし、デザートの強力なレシピがエクレア、パンケーキ、ワッフルと甘い蜜必須となってますので、初心者からベテランまで注目せざるを得ないのかもしれないなとは思ってますね。バレンタイン2026では色違い出現確率もアップしておりますので、不思議種やカイロスともども素敵な出会いがあることを願っております。そんなアブリボンのステータス解説でした。ぜひ皆さんのアブリボンに対する意見感想評価もお待ちしております。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして非常に心強い励みとなります。グッドを押していただくと色違いに出会いやすいとごくまれに言っていただけますので、何卒お試しください。本当にいつもありがとうございます。それではバレンタイン2026、マスター20を狙う方だったり色違いを狙う方、各々の目標があるかと思います。皆様に幸運がありますことを祈っております。1週間楽しんでいきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。